we just smaller versions of a bigger home? これはね本当に可愛くて、マリメッコっぽくないけどこう温める以上のThe flakes that become じゃじゃん。 snow. And you この配色が私好きで、open air, side by side we sway there in all the colors. Some love, lonesome dove, folded on the lawn chair in all the colors. Some love, remember when we were getting nowhere fast, when the garden won't stop giving back. Honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Talk to me and tell me all that you see in all the colors. Some love, memories washed in every shade of green in all the colors. Some love, remember the lazy river day canoe, bathing in the turquoise blue, losing track of time with you. Another beach pie sunset view, sleeping in the afternoon, no place to be and nothing to prove. That's sure something I could use. A cure for the air conditioned blues. Could use some too. A little some love.こんにちは、えりこです。せっかくなのでお茶を飲みます。美味しい。これは T2 っていうオーストラリアのブランドのストロベリーティーです。コーヒーはずっと大好きだったんですけど、紅茶も最近ハマってて、それこそ T2 のお茶もいくつかあるのと、シンガポール生まれの緑茶とか中国茶とか、なんかいろんなお茶が今お家にあって、今日はこの気分みたいなのでこう選ぶのが楽しかったりとか、あと結構グビグビ、コーヒーよりも結構グビグビ飲めるので、コーヒーの気分の時と紅茶の気分の時みたいな感じでなんか使い分けるというか、飲み比べてて最近ハマってます。紅茶。そう、来週もう本当に
明後日ぐらいにフランスに行くので、フランスの紅茶もきっと有名だし、いろいろ美味しい紅茶あるんだろうなと思っているので、そうフランスで紅茶飲むのも楽しみです。で今回は今年になって買ったお気に入りのものをいくつか紹介したいなと思います。今が4月なので、1月から3ヶ月間ぐらいかけて集めたお気に入りのものを紹介してみます。それでIKEA、無印良品、あとこの前オーストラリア旅行行って買ってきたオーストラリアのお土産、この3つはたくさん買ったので、それぞれちょっと前に1つずつ動画にしてます。なので今回はその3つは紹介しません。気になる方はリンクを貼っておくので、そこから飛んでこの動画と合わせて見てもらえたら嬉しいです。今日は私の大好きな北欧雑貨とか器、香り物、あとはお洋服とか、そういったものをババッと紹介できたらなと思っているので、最後までゆるっと見てもらえたら嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。で1つ目はじゃじゃん、イッタラのティーマです。イッタラのティーマはきっと私の動画を見てる人の中には実際にお家に持ってますっていう方もいるかなと思うんですけど、私は今回初めて購入しました。イッタラっていうのが北欧フィンランドの陶器とかガラスのブランドで、ティーマっていうのはそのイッタラの中のベーシックな、ずっと50年前くらいから愛されてる器のシリーズになります。で今回なんでティーマを買ったかというと、ベーシックなずっと使い続けられる、で日常的にいつでも何でも使えるような器があったらいいなっていうふうに思ってたので、今回ちょっと購入してみました。ティーマのいいところはカラーバリエーションがとっても多い、サイズ形もたくさん展開されてる、あと長持ちするみたいです。なんかその3つぐらいの理由ですごくいいなっていうふうに思って、ちょっとティーマに惹かれました。最近私がハマってるオンラインショップがあって、それがスコープっていう、知ってる人もいるのかな、北欧雑貨を売ってる、楽天だったり公式サイトで販売してるスコープっていうサイトがあるんですけど、私最近そこがお気に入りで、いつも日常的に暇な時間があったらそのスコープ行って、なんかいいのないかなって思って暇つぶすのが好きだったりしてます。スコープっていうお店が面白くって、なんかオンラインショップって利便性とかこういう機能がありますよみたいな淡々と説明するクールな説明っていうか、あんまり人間っぽくないものってよく見る気がしてるんですけど、そのスコープはこの文章と写真からすごく人柄が伝わってくるんですね。なんか愛を感じるんですよね、そのもの一つ一つに対して。例えばティーマのイエロー特集みたいなページがあって、このティーマのこのイエローに対してのエピソードとか、どこがいい、こういうところが魅力的みたいなのをバーッとエッセイ風に書いてるんですよ。それが見るの面白くって、バーって書いてあるっていうとってなるかもしれないんですけど、それがすごく読みやすくてどんどん読み進めちゃうんですよね。でそこでティーマの特集とか、ティーマのイエロー、新しく出たライラックとセージグリーンの紹介みたいなのを、それぞれ見てたら、ティーマいいかもしれないってちょっと惹かれちゃって、セールにもなってて安くなってたのでちょうどいいかなと思って今回買ってみました。ここら辺はそのスコープっていうところで買ったんですけど、ベーシックなこのリネンとかは、木更津のアウトレットにイッタラのアウトレットショップがあって、そこに行ったらちょうどこういうリネンとか、このアイスブルーの色とか、このヴィンテージブラウンの平皿とか、なんかねセールやってたのと合わせて定価の 40% オフぐらいで購入できたので、そこでこれベーシックなのは購入して、スコープでこういう可愛い色のやつを購入しました。実はこのティーカップもそのティーマのもので、このソーサーとセットなんですけど、このソーサーは普通に15センチの平皿なので、取り皿としても使えるし、こういう風にソーサーとしても使えるみたいな感じです。こういう使い勝手がいいところもすごく
便利だなというふうに思って気に入ってます。このライラック色が本当に可愛くて、これ大好きなんですけど、これにいちご入れたりサラダ入れたり鍋の具の取り分けで使ったりとか、こう用途問わず使えるし、色があるので何入れても可愛く収まってくれる。食卓がこう彩り豊かになって楽しくなる感じがあっていいなっていうふうに思ってます。もうこの 2,3 週間でもたくさんもうずっと使ってるので、これは本当に買ってよかったなと思ってます。というわけで1つ目はイッタラのティーマでした。で2つ目はじゃじゃん、アルテックのリーヒティエっていう、これはプラントポットです。プラントポットとして作られた小物入れです。こちらもさっきお話ししたスコープさんで購入したものになります。これはね本当に可愛くて、これは上から見ると一番可愛くて、こううねうねした感じの形の小物入れです。プラントポットとして作られた小物入れってどういうことかというと、当初はプラントポットとして売られてたんですが、少し水を吸収しちゃうだったりとか、ちょっと個体差があって、個体によってはなんか水が漏れちゃったりとかするものがあったらしく、生産終了になろうとしてたんですけど、小物入れとしては可愛いから販売を小物入れとして続けますっていうことで今も販売しているものらしいです。でアルテックなのでツール60が有名かと思うんですけど、そのブランドの小物入れです。アルテックのツール60をデザインしたアルバ・アールトさんがデザインしたプラントポットです。もう形が可愛い一点です。そう、形が可愛くて、で大きさもそれなりにこう大きくて深かったりするので、私は普段こういうルームスプレーとかこういうハンドクリームとかをこう立てて収納したりとか、あとリビングの周りで使ってるのはこういうお香とか、これもスティック状のお香とかをこういう風に立てて収納して使ってます。ここ見せる収納じゃないですけど、こういてくれるだけで結構可愛いので、見るたびに可愛いって思いながら使えるのが気に入ってます。これもさっきのイッタラのピーマの素材感に近いかなと思うんですけど、陶器でできてて高級感がすごくあります。というわけで2つ目はこのアルテックのリーヒティエでした。で3つ目がじゃじゃん、こちらのポットウォーマーです。ポットウォーマーって何かというと、キャンドルを灯して紅茶のティーポットとかをこう上に置いておくと、こう保温できる。紅茶が2杯目以降とかってちょっと冷めちゃって冷たくなっちゃうと思うんですけど、ここでこうキャンドルで温めておくので2杯目以降もあったかいまま飲める、そんな感じの便利な道具の一つです。これはね、こうさっき紅茶ハマってるって言ったんですけど、きっとティーポットも可愛いんですけど、このティーウォーマーを買ったおかげで紅茶が楽しめてるのもあるなっていうふうに思ってて、これをつけたくて紅茶を飲む時もあるような気がしてます。でこのティーウォーマーはシンクっていう吉祥寺のセレクトショップ、いろんな海外の輸入雑貨を扱っているセレクトショップがあるんですが、そこで購入しました。デンマーク生まれみたいで、デンマークから輸入して販売してるみたいです。でオンラインショップでも買えるみたいなので、そう楽天とかでも売ってました。でこのティーウォーマーは結構シンプルなアイアンというのかな、こう黒のこうアイアン、そうシンプルな感じの形になっていて、どこに置いても馴染んでくれるようなシンプルなデザインなのがいいなっていうふうに思ってます。結構可愛いとかこうフレンチスタイルのなんていうんだろう、可愛いものよりも結構シンプルなのが好きなので、私はこのデザイン気に入ってます。
でティーウォーマーこの便利っていうのもあるんですが、キャンドルを使うんですね。なので紅茶を飲むのもそうだし、こう夜とかでちょっと雨がしとしと降っていて、でその中でちょっとのんびり作業しようかなみたいな、ちょっとこう薄暗い時とかにこの紅茶とティーウォーマーつけてなんか過ごしていると、なんかキャンドルとしてもなんか癒されるので、こうお茶をこうゆっくり飲めるみたいな、なんかこう癒されるなっていうふうにも思ってて、こう温める以上のなんかこう癒しをくれる、そんなアイテムになってるなと思って、私はこれを買ってよかったなっていうふうに感じてます。本当に温まるのって思ったんですけど、結構温まってくれます。3杯目とかもキャンドルがついている限りは全然こう維持してくれてて、確かに全くこう冷めずにちょうどいい温度で飲めるのが気に入ってます。というわけで3つ目はティーウォーマーでした。4つ目はこのマリメッコのテキスタイルです。これも木更津のアウトレットのマリメッコアウトレットで購入したんですけど、4000円ぐらい、長さ切ってもらって4000円ぐらいで購入しました。個人的には安いなって。でこれ買った理由が、ここに洗濯機がありまして、見えるかな、目隠ししたいなっていうふうに思ってて、なんかね、うちの我が家はリビングから冷蔵庫とか電子レンジとかロボット掃除機とか洗濯機とか家電が目に見える範囲に結構たくさんあって、ちょっと生活感が出るのが気になるなっていうふうに思ってました。洗濯機は隠せそうだったので、なんか目隠しできる布欲しいなっていうふうにずっと思ってたんですよ。でこの前木更津のアウトレット行った時にたまたまこう見てたら、マリメッコっぽくないけどこう可愛い柄のものが見つかって、なんかうちに合いそうな気がすると思って、でそんなにこう高くなかったので買ってみたら、結構目隠しできるだけでもいいんですけど可愛いからすごくテンションが上がってます。の布買って、このクリップカーテンレールみたいな、こう布を挟んで留めるタイプのカーテンレールのリングみたいなのが家に持ってたので、これつけて100均で突っ張り棒を買って取り急ぎ取り付けてます。でマリメッコのテキスタイルは実際にマリメッコのショップ行くとたくさん、多分 3,40 種類ぐらいあるんじゃないかな。そういろんな柄があって、サイズを言うとこれ裁断してくれるので、結構こういう目隠しの布を買うのいいなっていう風に思いました。意外とマリメッコのこうウニッコ柄だけじゃなくて、こうちょっとうねってしてる模様だったりとか、ボーダーとかしましまとか、なんかそういうシンプルなのもあるし、ベージュとか黒とかこうシンプルな色もたくさんあったので、気になってる方はぜひマリメッコ行ってみてください。あとスタッフの人が教えてくれたんですけど、もしこう実際に買ってきて長いなって思ったら、マリメッコの布ってちょっとこうハサミ入れてピーってこう破くと、結構手だけで綺麗にまっすぐ破けるみたいで、他の布もそうなのか分かんないんですけど、マリメッコの布はそういう風にピーってこうまっすぐ切れますよっていう風に教えてくれたので、それだったら自分でもメンテナンスできそうだなと思って買うことができました。5つ目はじゃじゃん、プラントピンです。可愛くないですかこれはオーストラリア雑貨を扱っている JAU っていう東京の富ヶ谷にあるお店で購入しました。これはオーストラリアメルボルンかな発祥のブランドらしくて、オーストラリアのブランドってエコだったりサステナブルとかが、そういうこのものをただ作るっていうだけじゃなくて、環境に貢献できるようなものとか、そういったものを思想のベースがそういうものがたくさんあって、なのでこのプラントピンも実はこれ全部オーストラリアの牛乳ってプラスチックのペットボトルみたいになってるんですけど、それのキャップの部分をリサイクルして作ってるんですって。なのでマーブル模様みたいになってたりとか、必ずしも同じ色じゃなかったりとか、そういう風になってて、それも味みたいな感じで可愛いのに、リサイクルのもので作られてる
環境に優しいっていうのがすごくいいなっていうふうに思って、植物とかに刺すんですよ。植物のプラントにこう土に刺して、なんか伝う植物だとここにこう伝うようになるし、伝わない植物でもなんか可愛いっていう感じの商品です。結構植物の支柱ってあんまり可愛くないものも多いなーっていう風に最近思ったことがあって、なのでああいう可愛いプラントピンだったらなんか全然支柱としても可愛くいてくれるので、それもいいなと思ってます。オーストラリアのブランドはそういうエコでサステナブルかつ機能性もありつつ、そしてデザインも可愛いみたいな。そうただリサイクルしてエコなものを作りましただけじゃなくて、物としても可愛いものが多いんですよね。最初可愛いっていうところから入って、環境にもこう考慮しててとか、こういう機能性があってみたいな、後付けでそういうのを知れてより好きになるみたいな、そういったプロダクトが多いのが魅力的だなっていうふうに思ってます。なんかオーストラリア雑貨ってあんまり世界的には知られてないなっていうふうに思うんですけど、個人的にはオーストラリアに1年住んでて大好きなので、もっと広まってほしいなっていう気持ちで、気になったのはなるべく買おうっていう気持ちでいたりします。植物持ってる方はとってもおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。というわけで5つ目はプラントピンでした。6つ目はこちら、木のマグネットです。これはほんとシンプルなんですけど、我が家冷蔵庫とか、あと最近組み立てた IKEA のキャビネットとか、マグネットがくっつくところがたくさんあって、なのでそこにお気に入りのポストカードや写真を飾りたいなっていうふうに思ってたんですね。シンプルな100均で買ったようなマグネットがあるぐらいだったので、いいのないかなっていうふうに探してたら、この木のマグネットを見つけました。これ結構真四角のキューブの形になってて、コロンとしてて可愛いんですよね。で色も薄い色と、あとダークブラウンみたいな色が2色あって、それがランダムに10個ぐらい入ってる商品なんですけど、値段もそんなに高くないし、つどつどポストカード飾りたいなって思う時に使ってて、結構可愛く飾れてて気に入ってます。もしマグネット探してる方いたらチェックしてみてください。7つ目はよいしょ、じゃじゃん、虫眼鏡ブックスっていうブランドで活動されてる熊淵美沙さんっていう方が作った器です。平皿です。これは代々木上原のこういう器のセレクトショップみたいなところに行った時に見つけたんですが、すごくシンプルなんですけど惹かれて購入しました。なんかね、ちょっと近くで見たらわかるんですけど、シンプルなベージュのお皿ではあるんですが、微妙にニュアンスがあったりとか、すごく綺麗だなっていう風に思って、で私も彼も綺麗だねっていう風に、なんかもうたくさん器あったんですけど、これがすごく綺麗で一目惚れして購入してみました。料理好きの友達のうち行った時も、この器綺麗だねっていう話したのが熊淵美沙さんの作品で、つい惹かれちゃうような、シンプルなんだけど少しユニークで独特なデザインの作家さんです。ちょっと余白を開けて盛り付けたりとか楽しんでみたいなというふうに思ってます。8個目はじゃじゃん、サブトルボリーズっていうオーストラリアのブランドのお香です。でこれはさっきのプラントピンのお店と同じ JAU っていうオーストラリア雑貨のお店で購入しました。もともとお香大好きなんですけど、このお香は普通のお香とちょっと違くって、それが面白いなと思って買ったきっかけではあるんですが、このお香は香りがタイワニーズヒノキインセンスっていう風になっていて、台湾のヒノキのお香です。でこれがなんか普通のお香っていろんな香りを調香して混ぜて一つの香りにするっていうものが多いんですが、これはナチュラルインセンスでブレンドせずに一つの香りだけで作ってるものをラインナップしているようなお香です。だからもうこれは本
当にシンプルな純の 100% のヒノキの香りがするとか、純の 100% のパロサントとか、オーストラリア産のサンダルウッドの香りとか、シンプルにその木の香りっていうのが集まってるのが意外と見つからないなっていうふうに思って、なんか面白いコンセプトだったので購入してみました。で実際にそのお店で6種類全部香りを試させてもらったんですけど、どれもナチュラル、こう森林浴してるみたいな気持ちいい感じの香りだったので、すごく気に入りました。嗅いでみないと良さが分かんないですっていう風にスタッフの人も言ってたんですけど、ぜひもし行ける際は JAU 行って試してみてほしいなと思ってます。普通のお香も好きなんですけど、もうちょっとこう癒されたいというか落ち着きたいなっていう時にこれを最近使ってます。で次9個目。9個目も香り続きなんですが、こちらのアロマストーンと合わせてのエレメンス、うちかな。はい、ちょっとさっきまで火災報知器が突然鳴っちゃって、なんかそう火災報知器が鳴っちゃって消防士の方とか来てちょっと一大事みたいな感じになってたんですが、誤作動だったのでとりあえず大丈夫でした。というわけで再開します。ちょっと夕日がなんか火が全然変わっちゃったんですけど、気にせずに続けます。というわけで、さっき紹介したのはこれですね。8個目はサトルボリーズのインセンスでした。9個目。9個目はこちらエレメンスっていうブランドのアロマストーンとアロマオイルです。でこちらを購入したのは代々木上原にあるランダーバートっていうセレクトショップで購入しました。日本香堂っていう日本のブランドなんですけど、清美っていう香りを私選んだんですけど、これはなんかね、そう最初の印象はミントみたいな清涼感のある香りがこうクッとくる感じで、ただこう奥の方にどこかこう森のようなというか木のぬくもりみたいなのがほのかにこう香ってくるような落ち着く香りです。でうちはラベンダーとかサンダルウッドとかオーストラリアのアロマは結構持ってたんですけど、日本っぽさのある落ち着く香りは持ってなかったのでちょっと選んでみました。でそれと合わせて買ったのがこのアロマストーンで、これすごく可愛くないですか？なんかそれぞれちょっとずつ形とか色が違うんですよ。なのでなんかこれどれが一番気に入るものを選んできたんですけど、私がいつも使ってる無印のアロマストーンがあって、これと使い方は一緒なんですけど、こんな感じでアロマをストーンに数滴垂らして、でデスクとか机とかが近くに置いておいて、ここからこう蒸発する香りを楽しむみたいなものになります。でこれ店頭で見た時に、何回も多分使ってるので、少しこのアロマのオイルがにじんだ模様だったりとかそういうのが出てきてて、それがいい感じの味になってて、なんかいいなと思ってこれを買ってきてみました。基本はねここにこう吸収して乾いたら模様はなくなるんですけど、なんか使い込んでいくとちょっとずつ味が出てくみたいで、スタッフの人がこの石を育てるみたいな感じの言い方をしてて、なんか育てていくような感じで使ってくださいって言ってていいなと思って買ってみました。エレメンスの刻印も可愛く、黒と白となんか黒と白がこうグラデーションで混ざったみたいな色とか形もいろいろあったので、なんか気に入るものを見つけるの楽しいかなと思います。というわけで9個目はエレメンスのアロマストーンとお香でした。10個目はじゃじゃん、モフトの七変化スタンド、スマホ七変化スタンドのライラック色を最近購入しました。モフトの七変化スタンドなんですけど、これは
こういう風にスマホにこうペタッとくっつけて使うもので、ここがこんな感じでスタンドになるんですね。広げると動画を見る時とかに少し高さを上げて見れたりするのと、あと自撮りする時とかもこれがあるととっても便利です。でこう角度もちょっとずつこう変えれたりとか、これは結構お気に入りでずっと使ってて、去年のベストバイでも紹介したんですけど、もう1個購入しました。で購入した理由はちょっと使い込んだ感が出てきちゃったのと、あとこのライラック色が可愛いなと思って、前は白と白でオール白で合わせてたんですけど、違う色も試してみたいなと思ってこのライラック色を選んでみました。ラベンダーって書いてあったかな。ラベンダー色を試してみました。ちょうど春なのでなんか春色らしくて可愛いです。ちょっとモフトの七変化スタンドとかモフトの iPhone ケースは使い込んだ感が半年とか経つと出ちゃうのがネックだなとは思いつつ、機能性がやっぱり良くて便利なので2回目も同じもの購入しちゃいました。10個目はモフトの七変化スタンドのラベンダー色でした。声の録音がうまくいってなかったので別日にこちらを撮影してます。次はじゃじゃん、抜きテパのワンピースです。抜きテパって知ってる人もいるんじゃないかな。インドの材料で作ったものを、ワンピースとかをメインに販売しているアパレルブランドです。で店舗もいくつかあってオンラインショップもあるんですけど、私は青山の店舗に行って試着して購入しました。青山の店舗がすごく素敵で1階から3階まであるんですけど、世界観も作り込まれてて、なんか香りもねすごくインドを感じるような香りだったりとかで、試着して買うのもすごく楽しかったです。結構ワンピース多めのブランドでこういう風にすごく素敵な柄がたくさんあって、でカラーバリエーションもサイズ展開もちゃんと揃ってるようなブランドなんですね。なので身長高い人も低い人も買いやすいブランドかなと思います。私もワンピースは大好きなんですけど、身長が 151.2 なんですね。この前健康診断したら 151.2 だったんですけど、結構こう選ぶ時に自分に合うサイズあるかなって心配になりながら新しいブランドとか見るんですね。ただこの抜きテパさんに行った時はだいたい S サイズがあるので、 S サイズだと150センチとかでも全然引きずらずに着れるものがたくさん揃ってました。お値段が1着3万円前後するので簡単には買えないなと思って、ずっとちょっと憧れというか、なんかいつか買えたらいいなっては思ってたんですけど、今回ヨーロッパに旅行行くので、その時に写真も動画もたくさん撮るっていうので、春のワンピースが何着かあるといいだろうなと思ってこのタイミングで買ってみました。2つのワンピースを買ったんですけど、よいしょ、こっちの方はちょっとシャンとしたシャツみたいな生地になってて、ペイズリー柄、これがもうすごく可愛くて、オンラインで見てた時も可愛かったし、実物で見ても色合いがすごく可愛いんですよね。で襟元になんていうんだろう、刺繍が入っていて、でこれどのワンピースも共通してるっぽいんですけど、すごいのがこの袖口がゴムになってるんですね。だからまくる時にまくりやすい。なんか普通のシャツ、普通のワンピースってまくりづらかったりするんですけど、これはここがゴムになってるのでまくりやすいから、まくるとスタイルアップして見えるみたいな感じでスタッフの人がおすすめしてくれまして、こっちはもっと可愛らしい感じのワンピースでお花柄になってるんですけど、ラベンダーみたいな紫色のお花が描かれてるんですけど、シンプルな花柄ではあるんですけど、細かく見るとすごい工夫されてるなと思って、まず襟元が切り返しになってるので、切り返しがやっぱあった方がスタイルアップして見えるなと思ってて、ここが襟元こういう風にシャギーみたいな感じになってたり、あとはウエストが紐がついてるので
こうウエスト縛って着れるのもいいなと思ってます。もう一つ工夫がすごいなと思うのがこの花柄のデザインなんですね。なんか他の花柄のワンピースとか着てみたんですけど、背がちっちゃいからこの大きなお花が前面にこう出てる柄だと結構花に負けちゃうというか、着物とか浴衣もあるあるなんですけど、なんか全面こう大きなお花だと私割と合わなくて、ちょっと小柄な柄の方が、身長低いからなのか合いやすいなと思ってます。大きなお花もあるんですけど、実はこの横が小さなお花になってるんですね。この横のサイドの部分と、あと腕の先端のところが切り替わって小さなお花になってるんですね。普通の大柄のお花だけのやつよりもこっちの方がなんかこう着てみた時にこうしっくり着れたのでこれ選びました。色もピンク、グリーン、このグレーで悩んだんですけど、ちょっとグレーの方が日常的にも着やすいし、とはいえ花柄なのでこう映えるかなと思って、バランス取れてていいかなと思ってこれ購入してみました。実際にこのワンピース着てるのもちょっと前の動画とかこれからの横の Vlog にも出てくるかなと思うので、それも合わせて見てみてください。ちょっとテンションが上がるようなワンピース欲しいなっていう方はぜひ見てみるのおすすめです。というわけで11個目はヌキテパのワンピースでした。次12個目はこちらです。こちらもヌキテパで購入したポーチです。お洋服の端材を使っていろいろ小物を作っていて、このポーチの他にもメガネケースとか iPad、パソコンケースとかなんかいろんな小物が売ってて、でそれもどれもワンピースの一部の余った素材で作ったものみたいなものがたくさんありました。でそれがやっぱりワンピースの柄も可愛いので、それで作られたポーチはそれで可愛くて、コスメポーチ縦型のポーチを使ってたんですけど、縦なので取り出しづらくて、何かいいのあったら買いたいなと思ってて、でこのポーチは最近このちょっとくすんだ水色とこのブラウンの組み合わせ、テラコッタ色みたいな、オレンジとブラウンの間のこの色のこの配色が私好きで、結構ガバッと開けるので、化粧品を全部入れても全然余裕があるような大きさで、ちゃんとこの裏地が布じゃなくてビニールになってるので、汚れちゃっても結構拭きやすかったり手入れしやすそうだなっていうのも機能的でいいなと思いました。そうかわいい。せっかくこれもヨーロッパに旅行行くので、持ち物もなるべく可愛いものを持ってたらなと思って購入して今お気に入りで使ってます。結構小物も可愛いのあったのでヌキテパおすすめです。というわけで12個目はヌキテパのポーチでした。というわけで12個紹介してみました。いかがでしたでしょうか。これ持ってるよとかこれ気になってるっていうものがもしあったらコメントで教えてくれると嬉しいです。で今撮ってるのが4月の初旬なんですけど、さっきから何度も言ってる通り今週来週からはヨーロッパに1ヶ月旅行に行ってくるので、その旅行の様子だったりとかを1ヶ月間6カ国行くので、今後の動画では結構そのヨーロッパ旅行に行ってる Vlog とかが多めになってくるかなと思うんですが、一緒に海外旅行の様子を楽しんでもらえたら嬉しいです。で今回買ったアイテムのお店だったりブランドだったりリンクだったりとかは全部概要欄に載せておくので、気になるものがある方はチェックしてみてください。ではまた次の来週の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ユーロスターしか出てこない。ベルギーを通って